ひどい親であっても親は変えられません。そんな厳しい人生の中で小さいあなたは賢明でした。つまり子供時代のあなたはひどい親を変えようともがいたのではありません。与えられた環境の中でどうにか生き延びる方法を考えて実際にひどい環境を生き延びてきました。そのすごい力と才能があるのだから今も変えられないものを変えようとするのではなく、つまり自分を拒否するのではなく、置かれた条件、この自分で楽しく生きる方法を考えましょう。アダルト・チルドレンはそれができる人です。過去の実績が証明しています。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。前回の動画で心が全く育っていない毒親が子供に与える影響とどうすればいいかという話をしました。今日はもっと深く掘り下げていろいろなタイプの毒親を見ていこうと思います。まず毒親という言葉の定義ですが、ここでは暴力を振るう親やネグレクトをする親など分かりやすい毒親だけではなくて、子供に悪影響を与える親として広く用いています。人間は完璧な存在ではありませんので、悪気がなくても子供に悪影響を与えてしまう親はたくさんいます。自分は親からどのような悪影響を受けているのかということを知ることは、自己蔑視を減らしたり進む道が見えてきます。なので、自分が子供として対親との目線でこの動画を見ていただけたらと思います。対子供目線で自分は完璧じゃないからここを気をつけようという見方ならいいですが、自分はダメな親だという自己蔑視に使うのはやめてください。そういう目線で見たらアダルト・チルドレンはみんな自己蔑視しなければいけない人になってしまいます。アダルト・チルドレンは大きなハンデをもらいながらも、そしてそのことを誰にも分かってもらえずに、だからものすごく苦労しながら、でもこうやって勉強しながら、必死に周りに迷惑をかけないように生きている人たちです。褒められる人たちであって、自己蔑視は絶対におかしいです。1、毒親のいろいろなタイプ。2、毒親育ちのその後。3、ポイントの振り返りと補足。4、すぐにできること。このような順番で話します。では、毒親のいろいろなタイプから見ていきましょう。第三者から見ると、この人なんか変な言動をするなぁと感じる人がいます。心が健全に育っていなかったり、小さい頃に心に傷やトラウマを受けている人に多いです。つまり、心に問題があるということです。一口に心に問題があると言っても、いろいろな問題があります。なので、一つずつ見ていきましょう。まずは、子供の言動や感情を巧みに誘導する親です。このタイプで、例えば子供のネガティブな感情に対応できない親は、あるいは過去にネガティブな感情に対応して傷ついた経験があるような親は、子供からネガティブな答えが返ってこないように無意識で誘導します。一つ例を出すと、肯定的な返事が欲しいので、子供に今日どんなことがあったと聞くのではなくて、今日楽しかったと聞くかもしれません。
このような親は子供がトラブルを持ってくることをものすごく恐れています。そこでもちろん操作している意識はないのですが、心の底の恐れを避けるように言葉が出ています。子供が過去にこのように聞かれた時にネガティブな答えをしたら、親が機嫌が悪くなったり話してくれなくなったとします。すると子供はいつの間にかこう答えると危険だという答えは言わなくなり、こう答えると安全だという答えしか言わなくなる可能性が高いです。無意識に恐怖がある人は悪い人ではないですが、子供ではなく自分を守ります。そこで子供の本当の感情、つまり苦痛や心の痛みなどは受け入れず、自分の期待した感情を子供に押し付けます。これは子供にとっては苦しみのサインが無視されるということです。親は誘導したいように質問する。子供はこう答えると安全だという答えを答える。これではコミュニケーション能力が身につくわけがありません。そして子供は誘導されていることや自分の苦しみのサインが無視されていることに気づいていない可能性もあります。だからなんで自分がおかしくなっていったのかもわからない人が多いです。次に依存心が強く愛情欲求や承認欲求が強い。そしてナルシシストで自己陶酔している側面がある。このような親は愛情欲求が満たされていないので愛を感じたい。でも誰とも心が触れ合っていないので心の底ではいつも不安。そこに子供が生まれた。こうなると子供で自分の心の必要性を満たそうとしてもおかしくありません。例えば子供が寝ている時に抱き上げて、こんなにあなたを愛している、大好きだわ、と言うかもしれません。これは小さい頃に満たされなかった欲求を子供を使って満たそうとしていると言えます。自分の心の必要性や欲求を満たすために子供を利用しているということです。そしてこのような親は子供が大切、子供が可愛い、子供を世界一愛していると言いますが、子供を一人の自分とは違う人間として見ているのではなく、まるで自分の手とか足のように自分の自由になるものだと思っています。だから子供との間に境界がありません。そこで子供が寝ているのに自分の欲求を満たすためだけで抱き上げます。子供の気持ちを考えることはなく好きなように使います。次のタイプは子供が泣いていると自分が責められていると感じる親がいます。このような親は敵貴族バイアスがかかっていますが、これがあると本人も大変ですが、子供にも悪影響を与えてしまいます。敵貴族バイアスとは、相手は敵意を持っていなくても、相手は自分への敵意があると誤って認識してしまう心の傾向です。心にこのような問題を抱えているということは、現実を正しく見れないということです。例えば、自分自身の内面にある自分が自分を責める声を子供に投影して、このように感じる人もいます。また別の人は、小さい頃いつも親に責められていた。その親の声を子供に重ね合わせているかもしれません。親にいつも激しく責められながら育った人は、責められていなくても周りの人に責められているように感じるようになる可能性がありますが、
子供にも責められているように感じてしまいます。これって子供からしたらものすごく恐ろしいことで、自分が困って泣いて助けを求めているのに、助けてもらえるどころか、うるさいという怒りで対応されてしまうということです。そしてこのように敵意を持っていないのに、敵意を持っているように親に思われていれば、親にそのように対応されるので、子供は愛されないということです。子供は発達に遅れが出るとか、心がおかしくなっていきます。そして敵意貴族バイアスを持っている親に限らずですが、毒親であればあるほど子供に問題が出ても周りに助けを求めません。子供より自分を守ることに意識が集中してしまう人たちなので、誰かに相談することは自分を危険な目に遭わせるように感じてしまいます。子供のために助けが必要な人ほど助けを求めることを避けます。次のタイプは子供を力で支配する親です。子供を力で支配するということは、子供の意思や主体性を剥奪しているということです。子供は自分の部屋の家具の配置や自分の部屋に置くものや自分がすべきことなど、自分のことはどうしたいか聞いてもらえる。そして十分に考慮してもらえる。そういう環境で育ってくると心理的に力強く育つ可能性が高いです。自分の意思や主体性を重く見てもらえることで心理的に健康に生きていける強さが育まれます。なのに子供を信じる力や子供の一度の失敗を立て直す能力や子育ての忍耐力が全くない親は、あなたは自分のことを決める能力がまだ備わっていないと言い、子供の全部を支配してしまいます。確かに短期的に見れば子供が決めるより大人が決める方が安全なことは多いです。だから危険なことや重大なことは大人が決めるべきですが、だからといって全部を親が決めてしまうのは長期的には子供の役に立っていません。最悪な支配者は子供の友達や恋人まで制限したり別れさせたりするかもしれません。そこまでひどくなくても、子供の要望に従えないとしても少しは検討しようという姿勢が全くない。子供の要望に従えない納得できる理由を子供に説明しない。子供の要望に従えない代わりに他のことで気を使ってあげることがない。子供の気持ちは完全に無視する。これは子供にとっては一人の人間として重く扱ってもらえていないということです。これでは子供は、俺は価値がない人間だ。私は誰からも大切にされない存在だ。このような思い込みができてもおかしくありません。子供の要望を聞かない親だけではなく、子供のやることを支配する親もいます。つまり、これをしなさいという絶対に逆らえない命令で子供を支配する親です。マラソンを強要する親や、バットの素振りを強要する親や、妹の面倒を見ることを強要する親や、その他いろいろなことを、子供がそのことについて不平不満を言うことを一切許さない状態でやらせるかもしれません。私は昔、親戚の集まりで、みんなにビールのお酌をしている20歳前後の姉妹を見たことがあります。
当時はその姉妹を20歳なのにとても立派だなぁと思いました。でも今はその姉妹が立派なのは変わりないけど、親に操られていたんだなというのも見えます。なんで何十人もの人たちがご飯を食べているのに、その姉妹だけみんなが食べ終わるまでお酌をしなければならないのか。なんでみんなが食べ終わってから2人だけでご飯を食べなければいけないのか。自分からお酌したいのなら立派だけど、親にしなさいと言われてしなければならないのなら、とてもかわいそうです。そもそも子供はコンパニオンではない。次のタイプは憎しみの塊タイプです。愛されずに生きてきた人の人生は大抵ハードモードになります。ハードモードと感じるようになったということは、持って生まれた気質や環境などは無視すると、ひどい養育を受けていたということが考えられます。このような人は、普通憎しみがものすごく溜まっています。そして、このような環境では心も育たないので、自分ではこの状況をどうすることもできないという感じ方もあります。こうなると、自分より弱いものを使って心の中のイライラや憎しみを処理する人が出てきます。つまり子供で憎しみを処理する親がいます。もちろん本人は子供で憎しみを処理しようと思っているのではありません。でも溜まりすぎた憎しみがあると弱いものへ向かって出てしまうということです。例えば子供がちょっとした嘘をついたとします。子供なら誰でもちょっとした嘘ぐらいつきますが、憎しみが溜まりすぎている親は、その今までの人生で溜めまくった憎しみから生まれているイライラを子供にぶつけます。嘘をついたということで、激しく子供を責めます。たったそれだけのことで激しく責めすぎているのに、間違っているのは嘘をついた子供であって、自分は正しいと思っています。こうなれば小さい子供はものすごい恐怖です。暴力的な親に育てられた人なども同じですが、ものすごい恐怖の体験は脳の扁桃体に記憶されます。これが後の人生でちょくちょくよみがえります。例えば誰かが怒っていると、ああ怒っているなぁと普通に感じるのではなくて、かつて扁桃体に記憶した恐怖、つまり激しく責められた恐怖がよみがえって、ものすごく怯えます。他の人は、あ、この人怒ってるなぐらいに感じる出来事をものすごく怖く感じてしまいます。そこで怖くない人にまで服従しながら生きていくようになったりします。そして人がものすごく怖ければ人と接している時に笑顔は出ません。また人の優しさを信じられません。人が怖くて怯えている。笑顔が出ない。人を信じられない。これだけ揃うとコミュニケーションは絶望的です。他にもいろいろなタイプの毒親がいます。病的に依存心が強く一人では生きていけない人が旦那を自分に引き止めるために子供を産むかもしれません。このような人にとってはその作戦が失敗に終われば子供が邪魔になります。このような愛情のない親では子供は抱っこもしてもらえない。親に関心を持ってもらえない。これは情緒的ネグレクトですが、親の毒が強ければ完全にほったらかしにされてもおかしくありません。
また、暴力的な父親が毒親だというのはとてもわかりやすいですね。でも、その父親の子供への暴力を止めない母親もいます。これは子供にしたら2人に裏切られていることになります。誰も信じられなくなります。いくつか毒親のタイプを見てきましたが、もちろんこれだけではありません。他にも、心が未成熟で自己中心的な親、病的な劣等感があって子供を使ってその自分の劣等感を晴らそうとする親、人の気持ちを理解する能力が欠如していて子供の気持ちが全くわからない親、病的に依存心が強くて子供に絡まずにはいられない親、過干渉な毒親などもいます。このような毒親については、すでに個別の動画がありますので、ここでは触れませんでした。毒親あるあるという再生リストにまとめてありますので、興味のある方はご覧になってください。概要欄にリンクを貼っておきます。このような毒親のそばにいれば子供は辛いだろうなというのは誰にでもわかると思いますが、でも毒親育ちの苦悩は毒親のそばにいる時だけではありません。その後の人生で苦しみ続けます。それはこういうことです。どのようなタイプの毒親であれ、毒親は、俺は毒親なんだよ、とは言いません。なんでお前はこんなに出来が悪いんだというスタンスで育ててきます。子供は他の親を知らないので、自分の親が毒親ということにもなかなか気づきません。そこで気持ちを軽く扱われても、雑に扱われても、自分が悪いんだと自分を責めながら生きていきます。そうこうしているうちに学校に行く年齢になります。このように親に軽く扱われていた人、雑に扱われていた人、憎しみをぶつけられていた人は、学校でも軽く扱われたり、雑に扱われたり、いじめられやすいです。いじめられなくても利用されやすいです。あるいは逆にいじめっ子になるパターンもあります。親に軽く扱われていたり、雑に扱われていても気づかなかった人は、それが当たり前になっているので、他の人に軽く扱われたり、雑に扱われても違和感がありません。こうなると、周りにとっては利用しやすいです。そして、毒親育ちは育ってくる間に、理不尽な攻撃にファイトバックする強さや、誰かと協力して戦うというスキルや、ストレスから身を守る強さや、誰かに助けてもらうというスキルが身についていないので、心の傷やトラウマを作りやすいです。このようなことから、学校でいじめられて病んだという人の中には、本当は学校に行く前から病むように道が敷かれていた可能性があります。また、学校に行く前から悪い道を敷かれていた人の中には、友達ができないとか、学校に行けないとか、学校でのトラブルを引き起こす可能性があります。もちろん問題は学校だけではありません。就職するようになっても、会社内で人間関係がうまくいかなかったり、辛さに耐える忍耐力が育っていなかったりで問題は続きます。すると毒親は、この子には困ったねという目で見たり、もっとひどくなると、自分が不出来な子供に苦しめられていると感じているかもしれません。このような親は自分が最初のボタンをかけ間違えたのに、その後にどんどんボタンがずれていくと、
子供への嫌悪感を持ちます。親がこのような目で子供を見ると、親に依存している子供は自分が悪いんだという解釈しかできません。もし今でもそのようなことで自己蔑視をしているのであれば、これはあなたが悪いのではありません。あなたは敷かれたレールの中でできることを精一杯して生きてきました。だから今もこうやって動画を見て勉強しているんです。もし自己蔑視をしているのであれば、それもひどく自己蔑視をしているのであれば、このことをよく考えてみてください。毒親育ちは悪い人ではありません。ただ、レールが敷かれてしまっていたんです。だからといって、毒親のレールは死ぬまで続いているわけではありません。依存心を克服して自分のレールの上を走りましょう。では、ポイントを振り返りながら補足します。一口に毒親といってもいろいろなタイプがいます。例えば、毒親の中には子供の本当の感情、悩みや心の痛みなどを受け入れず、自分の期待した感情を子供に押し付ける親がいます。このような親は子供が不安や悩みを口にしたときに、そんなネガティブな話は聞きたくない。みんなも同じようなことを経験しているのに元気で過ごしているんだから。と、子供の本来の感情を抑え込み、自分が感じてほしい感情だけを子供に強要します。これは子供が自然な感情を感じる機会を奪っているということです。子供はそのうち自分で自分の感情がわからなくなる可能性があります。次に、依存心が強く愛情欲求や承認欲求が強い、そしてナルシシストで自己陶酔している側面がある親です。このような親は自分が親との間で満たされなかったものを子供で満たそうとして、子供を海に連れて行ったり、旅行に連れて行ったり、遊園地に連れて行きます。このような親は自分目線しかないので、子供は友達と遊びたいと思っているとか、今は行きたい気分ではないという時でも子供を連れ出します。それでいて、本当の愛はないので、子供がどこどこに行きたいという時は、この前海に行ったでしょうとなります。確かに海に連れて行ってあげているのですが、子供が海に行きたそうにしているから連れて行ってあげたのではなくて、自分が愛を感じたいから連れて行っているんです。あくまでもベクトルは自分です。それでいて、自分は子供思いのいい親だと自己陶酔をしています。これが依存心とナルシシズムの残っている親の特徴です。次は敵貴族バイアスのある親です。このような親は子供の何気ない言葉を自分に対する意図的な攻撃と捉えてしまいます。例えば子供が食事中にたまには外食に連れてってと言ったら、ご飯がまずいと言われたと感じ、文句があるなら食べるなと怒ったりします。子供の何気なく発した言葉に対しても常に疑いの目を向けるので、子供は安心して自己表現ができなくなります。このような環境は子供の心の成長に悪影響を与える可能性が高いし、コミュニケーション能力も育ちません。次に、子供を力で支配する毒親もいます。このような親は子供の生活や友達、部活、進路、結婚相手などまで口を出すかもしれません。脅しや罰で支配するタイプもいれば、
心配している素振りを前面に出して子供を依存させて支配するかもしれません。こうなれば子供は依存心を克服できなかったり、主体性やこうしたいという前向きな気持ちが身につかないので、大人になっても苦労するかもしれません。次に憎しみの塊の親もいます。憎しみの塊になっている親は、今までの人生でものすごく憎しみを溜めています。憎しみを溜めているということは、強い人には憎しみを向けられないということです。そこで子供ができると、子供に憎しみやイライラをぶつける親が出てきます。もちろん本人は子供に憎しみをぶつけようとしてぶつけているのではなくて、意図しなくても子供の子供らしい言動を見ると激しくイラッとしてしまうんです。こうなると子供はちょっとしたことで激しく怒りをぶつけられるので、人が怖くなったり、自分を出せなくなったり、萎縮したり、自分を犠牲にしながら生きていくかもしれません。いずれのタイプであっても、毒親育ちは苦しみます。親と一緒に過ごす時間だけ苦しむのではなく、学校でも会社でも苦しみます。親に利用されていた人は、学校でも会社でも利用される傾向にあります。親に雑に扱われて育った人は、学校でも会社でも雑に扱われる傾向があります。また、親とコミュニケーションができなかった人は、学校に行くようになっても、会社に行くようになっても、コミュニケーション能力が育っていないかもしれません。毒親の呪縛から抜けるのは簡単なことではありませんが、まずは依存心を克服することがとても大事です。例えば、毒親育ちの中には、日常生活で責められていないのに、責められているかのように感じ、しょっちゅう胸がキュッと締め付けられるような苦しさを感じる人もいるかもしれません。このような人は、周りの人を恐れていますが、そうではなくて、心の中に毒親が住んでいるんです。毒親と離れて暮らしていたとしても、まだ毒親を恐れているんです。私はもうあなたの操り人形にはなりません。俺にイライラをぶつけるな。私は愛された感覚が一つもありません。俺はあなたに対し怒りを感じる権利がある。このようなことを親に言えるようになる必要があります。でも、毒親育ちが最初からこのようなことを言えるわけがありません。まずは直接親に言うのではなく、イメージの中で何度も何度も言いましょう。依存心が克服できてくると、毒親に服従していても何もいいことがないことに気づいてきます。依存心がある程度克服できたら、言える時が来るかもしれません。そしたらこれ以上毒親の餌食になることはないし、何よりも自分に力を感じられるようになっていきます。今まではひどい親に依存していたから自分に力を感じられないかもしれません。でも力がないのではありません。力があっても依存していると力を感じられなくなるんです。力があるとは、例えばこのようなこともその一つです。ひどい親であっても親は変えられません。そんな厳しい人生の中で小さいあなたは懸命でした。つまり子供時代のあなたはひどい親を変えようともがいたのではありません。与えられた環境の中でどうにか生き延びる方法を考えて実際にひどい環境を生き延びてきました。そのすごい力と才能があるのだから、
今も変えられないものを変えようとするのではなく、つまり自分を拒否するのではなく、置かれた条件、この自分で楽しく生きる方法を考えましょう。アダルトチルドレンはそれができる人です。過去の実績が証明しています。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、親の評価を絶対視してしまったことに気づこうです。小さい子供は一人では生きられないのだから、親が歪んでいても親に依存します。そして親に依存していたから親の評価を絶対視してしまったんです。だから毒親育ちは心の深い部分に自分は好かれない、自分は魅力がない、自分は迷惑な存在などのネガティブな強い信念がある人が多いです。親がそのような態度だったのだから、親にそのように評価されたのだから、そして親の評価を絶対視していたのだから、そのような強い信念を作っても何も不思議なことはありません。でも大人になったのであれば、依存心を断ち切って、親の評価などあくまでも一人の評価に過ぎない、しかも歪んだ人の評価だということをはっきりさせましょう。ここまで見てきたように、毒親にもいろいろな種類の毒親がいます。死ぬまで変わらないで、一生毒親であり続ける人も多いです。でも、親が一生毒親だからといって、あるいはひどい親に育てられたからといって、一生苦しみ続ける必要はありません。親が変わらなくても、自分は変わることができます。ただ、例外としては、毒親に依存している限り変わることはできません。毒親育ちは依存心を克服することがとても大切です。依存心の克服の仕方は、アダルトチルドレンの依存心直し方という動画を参考にしてください。その他にもいろいろなタイプの毒親がいますので、参考になる動画や再生リストを動画のすぐ下の概要欄に貼っておきます。いつも応援してくださる方々、本当にありがとうございます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では、仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。